今週の YouTube では3銘柄が注目されていて、特に決算発表で株価がどう動くかが鍵になっているよ。企業の決算が株価に影響を与えやすく、特に業績が良ければ株価が上がる傾向があるんだ。具体的に、日本ゼオンの決算が驚きをもたらし、配当が急激に増えたのも注目ポイント。日本ゼオンは競争力がありつつも、中国市場や EV 市場の影響を受けており、今後の成長に期待が持てる企業と評価されている。財務の安定性も高く、自己資本比率が 70% で、かなりしっかりしているんだね。この数値は優秀で、自己資本による資金調達の余力が大きく、財務リスクが低いと評価されて23点です。成長性が前年比 15% 増で20点をつけたが、物価上昇と人件費高騰で一部事業の利益率が低下した。市場ポジションは21点で、日本ゼオンは安定したシェアを持ち、コスト削減で競争力が強化されている評価。将来性は19点で、半導体や電池素材の需要増が見込まれるが、中国の競争がリスクになっている。日本ゼオンは増収増益を維持し財務状況も良好で買いの判定を推奨している。アルゴリズム設定で、トレーディングの詳細なラインやアラームの設定について話している。四国電力は安定した発電供給を行い、電気代も必要不可欠なので顧客を失わない企業だ。配当利回りは 3.3% で、業績よりも為替や原油の影響を強く受けているとのこと。四国電力や中国電力の収益が安定している中、業界全体の課題は燃料費の依存度が高いことだよ。四国電力は安定した収益と配当利回りを提供していて、中長期投資には魅力的だけど、外部要因に影響されやすいからリスクも大きい。今のところ、四国電力は保留が妥当な判断だと思うし、来年は利益が減少する見込みだから慎重に行こう。出光は日本の石油元売り会社で、燃料の生成と販売を中心に持続可能なエネルギー供給に取り組んでるって、LP ガスは環境に優しいけどエネルギー密度が低いから車の燃料には向かないって話だよ。ディーゼル燃料はエネルギー密度が高くて安いけど、レスポンスが悪くて運転しづらいから乗用車ではあまり使われてないんだ。出光興産の決算資料によると財務状況は良好だけど、成長の不確実性や市場の影響で投資をためらう内容になってるって言ってたよ。配当利回りは 3.1% でいいけど、石炭事業の価格変動が影響してるから結局のところ長期的に見て不安があるって感じかな。全体的には買い推奨だけど、リスクを感じるから実際には保留って考えみたい。業績を分析した結果、3銘柄中1銘柄しか投資に適したものがなかったことをシェアしてます。自分の投資戦略について、リスクを避けるために慎重に設定をしているという話をしています。損切りや利益確定の重要性を語り、分析に基づいた投資判断が不可欠だと強調しています。株式投資のメリットや情報収集のためのチャンネル活用を推奨していて、やっぱりきちんと踏まえた判断が大事ですね。最近、松井証券とのプロモーションの提案を受けたエピソードを語ってます。高評価やシェアが増えることで、チャンネル登録者数が大幅に増加したと感謝を述べています。最後に、仕事も遊びも全力で楽しんでいくというメッセージで締めくくっています。